走る喜びあなたの愛車に乗せてください。どうぞ。ボーダと言われ続け早100年、ようやくボーじゃなくなったとお墨付きいただきます。ダンパーがね、ダンパーができるようにしようけど、いやー、初めて会った時大丈夫っていう感じでしたけどね今はびっくりするぐらいいいもんね。今はようやく。いや、前に数日前ワインディングで乗せてもらった時はワインディングだけかなってちょっと思ったけど、サーキットでもいいもんね。まあでも新年負けたけどね、新年固定式しかやりませんという。固定式がやっぱ一番いいんですよ。固定式があってからこそのこれなんで、固定で詰めてそれを調整です。でも行き帰りのプルプル嫌なんでしょ。プルプル嫌ですね。プルプルしないところでまた固定を作ればいいはずなんですけど、でもそれでサーキットで会うそこは勉強ですね。勉強いや適合法でも便利ですね柔らかく。今さらこれも売ってる？これもダンパー屋さんで売ってんの？これ売ってないです。これはレッグサンドです。あ、レッグサンドです。これもレッグさんです。これもレッグさんで、これレッグさんこれ真似しましたね。ハンドルのボス。これなんかレッグさんこれ同じのつけてましたけど、レッグ商品じゃなくて、これ OMP です。かっこいい音符。これ何型っすか？自分の車知らん。6です。6型。6型。シートもドイツ。ドイツです。ドイツ。ショックもドイツ。ホイールはジャパン。ゾーン。パッドはゾーンっていうところで、あとバネはハイパコ。ミノル信者ですね。絶対です。絶対です。絶対です。この辺パチモン？本物です。あ、パチモンじゃない。本物です。保安官さんパチモンって。あ、テールはパチモン。これ本物です。本物。これ両津関係者カモメマーク。足とかだけでパワー系はノーマル。あんまやってないです。駆動系も。駆動系ってデフ。クラッチとかノーマル。これはチノーマルです。デフはどこの？クスコのラズファクトリーさん。ああ。吉村さんのイケてるデフと、あとスーパーナウのイケてるパーツがついてます。いっぱいでもないです。デフマウントデフマウントはついてないです。あれはちょっとついてないですけど、なんかキャンバー養鶏ついてる。ブラックシリーズついてますね。ブラックシリーズ最高ですね。みんな買った方がいいですよ、ブラックシリーズ。なるほど。トロサーモンの人みたいですね。でもそれみんなに言われるんですか後ほど乗せてください。どうぞ。汚いですけど、狭いですけど。あ、狭いね。狭いです。狭いわ。どうぞ。じゃあよろしくお願いします。さあ ND ロードスターをお借りしました。いいですね。 ND ロードスターちょっと狭いけど、僕には狭いけどね。いや、この彼と出会ったのはディレッツァチャレンジかな。ディレッツァチャレンジ
か美浜の壮行会か何かで紹介されたんですけど、で彼がダンパーエンジニアなんで、僕ダンパー大好きなんで、そのダンパーについていろいろ話してたら意気投合になるんですけど、どうしても彼が作ってるダンパーは僕の好みじゃなくてちょっと硬いなっていう感じがあって、それをいろいろやり取りしてました。で最初彼は S2000 乗ってたんですけどね、その S2000 を突然売ってこの ND ロードスター買ったんですよ。で ND ロードスターもやっぱり自分好みにいろいろやってきたんですけど、やっぱ硬い、僕が感じるのは硬いなっていうことで、彼といろいろやりながら話をしながら、全然仕事じゃないんですよ、お互い興味があってやってたんですけど、それでやって、この前ワインディングで乗せてもらうと、なんだこれすごいいいなっていう感じを受けました。なので今回サーキットでもいいのかと思って岡山国際サーキットを走ったんですけど、それがもうねめっちゃくちゃいいんですよ。ちょっとびっくり。タイヤが052なんで052も結構いいんですけど、いやそれを生かすこの足がめっちゃくちゃいいんですよね。ちょっとねびっくりなんです。彼は調整式を好まないんですけど、もういや調整しきれないと行き帰りがしんどいっていう話をしたら、渋々やった感じで、じゃあ本人も行き帰りしんどかったのが楽になりましたっていうので、サーキットもいろいろクリック変えてみたりしたら、まだまだ改良の余地があるなっていうところはあるんですけど、今のところドンピシャのとこがあって、それがもうロードスターの気持ちよさをめちゃくちゃ引き出すダンパーになってるんですよ。いやーもうね素晴らしいと思いました。美味しい具材を、高級な具材を分かってる人が調理するとこんなに良くなるのかって感じです。いやーもういろんなダンパーがありますけど、なんか久しぶりにこれいいなーって感じですね。でも今ちょっと硬い、この街中では硬いというか、この帰り道の峠ではちょっと硬い感じるのはなんででしょうか。多分湿ったまんまですね。でもねめっちゃくちゃいいんですよねこれ。いやーダンパー、前の固定式のダンパーの時はステアリングレスポンスが過敏すぎて、これなんかちょっと反応良すぎっていうことで、いやどうかなとかって言ってたんですけど、そうじゃなくてダンパーだけでロードスターがすっごく良くなりました。これね僕の S2000 につけてるオーリンズ結構自信作なんですけど、自信作というか僕が作ったんじゃないですけど、いろいろやり取りして作ってもらったんですけど、あれとねなんていうのかな、いい勝負です。ちょっと負けてるかなって感じですね。でもそれぐらいですね。とりあえずいいところに着いたんでちょっと一回止まっています。いやこれロードスターね、バネ何キロなんですか8キロ4キロです。長さはバネのフロントが7インチでリアが8インチです。でフロントも8インチが欲しかったんですけど、ミノルさんにないって言われちゃったんで、ミノルさんのせいにしてるね。ミノルさん8インチ欲しいな。でリアは8インチじゃないと、もう全然ストロークが取れないんで4キロまでレートが低い。これハイパコさんじゃないと多分成立しない。さっき乗せてもらった帰り道、さっきの道はちょっと硬いんですけど、この前イガブルクリンクで乗った
しなやかさがはい半減してるというか初期が硬いはいはいはいなんかしたでしょ。もうわかんねえだろうと思って一個固くしてました。あでもさすがデカドス。じゃあこれはわかるってこれでこの間と一緒です。ああまあただ荷物乗っってるんでまた違うかもしれないですけど、タイヤも違うし05になんで、この間 Z3 だった。ああ不思議と Z3 の方が乗り心地がよく感じるんですよね。不思議ですね。不思議ですね。なんかどっちかっていうのが052とか横浜のタイヤの方が乗り心地良さそうなイメージがあるんですけど、これちょっと不思議で、ホイールも一緒なんですけど、まあ今はもうロードスターが最高ですね。ロードスター最高ですね。あなたの車歴を教えてください。僕の車力ですか？免許取って買った車は免許取って買った車はカローラレビンです。レビン。カローラレビンです。レビンって言ったら 86？ もう僕平成生まれなんであ111ですね。ああ最後の5バルブ 4AG です。おお86にエンジン取られるやつね。そう部品取りになるやつね。一人のエンジン最後終わったらその車乗り換える時に86乗りの先輩にエンジンを上げました。これ本当です。田舎なんで。次は次がシルビアですね。 S15 おお S15 シルビア初めての FR キューズあキューズキューズスペック R スペック R ターボですよ。ターボおおターボですよ。アンダー鈴木ですよ。おおアンダー鈴木トロサーモン鈴木じゃないなアンダーシルビアは結構チューニングした。いや本当に足回りの勉強だったんで、ストラットの勉強。ショックとデフしか変えてなかったですね。おおじゃあその次は S2000 です。あ出会った頃の出会った頃のこういう色の群青色のS2000 ですね。最高でしたけど、あれロールケージとか入ってってはいた記憶がある。ロールケージついてました。6点式でしたね。でハンドルがずっと残像見えてるぐらいブル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 ってしてた記憶がある。でロードスター突然 S2000 を断りもなしに売ってはい大会 S2000 友の会のを大会届も出す前にもうロードスターにしちゃったんですけど、はその説だったね。いでロードスター最高。ロードスター最高です。まあ何が最高って愛知県周りだとはいいっぱいいるんですよ、走ってる人たちが。ロードスターでああおさんとかリーさんとかっていうところら、あ銀行員もいるね。銀行が新金マンも新金マンなんで、まあ同じなんか S2000 とかだとなんかもうねどっかの青い S2000 みたいなスーパーチャージャーとかもうね大切にする車なんでまあそうですね。まああと大変安いですロードスター。あ維持費が圧倒的に安い。そんなところですよね。なんで走る仲間がいっぱいいるとまた楽しいですよね。なんか前はフォーアンカンさんはもう松田みたいな感じで、でホンダでもトロサーモンははいなんか取り留めがないというか FF だったりストラットだったりあーターボだったり NA だったりまあでもご縁ですよね結局。飽き性なわけじゃないです。まあでもこれをいろいろやってるのは楽しそうっすもんね。これが楽しいですね。お金かかんない。いやその足がいいとにかく。やっぱ松田がいい最高なんで。いやじゃなくてそのパッケージとしてはいいけどそれをもうごめんのがもうここまで出てるんですけどいや言わなくていいですけど。よかったあ今までのが何だったんだってぐらいいいわこれだってサーキットも使えて乗り心地よくて移動苦じゃなくて最高です。ありがとうございます。ビルシャイン最高です。今日川辺行ってたよね。神戸すごかったですね。
ね、神戸のダンパーなんかやる気を感じたね。感じましたね。ちょっと負けてられないですね。やっぱいいものを広めていきたいですね。そうみんなね、ガチガチの動かない足がスポーツだとかってなってきてるんで、それは違うから。なんかいいものを素直にいいと言われるような業界に本当なってほしいですね。高いのはしょうがないです。ね。いいんだもん。しかしいいなロードスター。今ならいやーでも後ろの S にしてすごい映えるグランツーリスモに出てくる場所っぽいもんね、ここウィッシュボーンで FR は最高ですよね。ね。もうみんななんか協業でいいの全部くっつけたいのね。ミニ四駆みたいにミニ四駆なんかこうあるじゃないですか。タミヤのモーターじゃなくても乗るみたいなあ形が。世代が違うから僕多分ブラックモーターの頃でラジコンでブラックモーターってなんですか？テクニパワーとかしてる？ぶっ飛びモーターとか知らないですか？ミニ四駆用の。じゃあもうミニ四駆なかった？あラジコンラジコンですか？僕ラジコンなんか全然です。ミニッツレーサーでした。何それ？ちっここういうそんなん知らん横もって知ってる？横も知ってますよ。ターボオプティマ、全然わからない。ホットショット、わかんないです。グラスホッパグラスホッパーはなんていうー、の？ホーネット、ホーネットわかりますね。セキュリティ違うで。それワーンってやつですよ。ホーネットとかわかるんや。でも時代的にアバンテとかそれの時代です。アバンテってなんかあったな。タミヤの多分そういうバギーっぽいやつですよね、形が。バギーっぽいやつ。はいはい。トロサーモンと何歳違い？トロサーモンそう変わらないんじゃないですか。まあ話が脱線しましたがもう少し乗せてください。どうぞ。ちょっと硬かったんで。硬くなくなったらじゃあもう一回動画を。はい。でこれでこの先の動画がなかったらうやむやだっていう形でね、もうその先のあれがなかったらググラスホッパーとかの話で終わらせとくんで了解しました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今一旦止まりまして、ダンパーが硬いって言ったら分かりましたみたいな感じで言われたんで緩めてもらいました。なんか良くなったぞ。前の感じに戻りましたが、ちょっとタイヤがやっぱ違うな。前はディレッツァーでディレッツァー G3Z3 で乗せてもらったんですけど、今日は052なんでこれちょっと空気がタイヤのエア圧がサーキット走ったまんまなんでちょっと低いんでこんな感じなんかな。でも悪くないですよ。むしろいいですね。ロードスターもう一回買うならこの足にします。前の峠で乗せてもらったディレッツァー G3 の方がワインディングは合ってるかな。052ってなんか乗り心地がいいイメージなんですけど、なんかちょっと違うな。でもいや乗り心地悪くないんですよ。なんかディレッツァー G3 に比べて052のは乗り心地いいイメージなんですけど、この車はディレッツァーの方がいいですね。ロードスターのひらひら感はちゃんと残ってて、でも接地感が高くて裏切る感じがしないんですよ。全然裏切るというか破綻する感じがしなくて、これめっちゃロードスターにはおすすめですよ。いやロードスターいいね。新型はコンピューターが触れないとかってチューニングできないとかって聞きましたが、ステアリングラックとか操作系がすごく良くなってると聞きました。なので乗ってみたいですね。これでもすごいいいですもんね。欲を言えばこのボディプルプル感がもう少し収まってほしいな。でも軽さは武器ですね。軽いのはいいことですね。
重い方が乗り心地がいいとかって言われることありますけど、僕は軽快な方が好きです。しかしいいなこの足。いろいろとテストでやってるところがあるらしくて、教えてもらえない内容もいっぱい詰め込まれてるみたいなんですよ。そこをまあその市販できないなら市販できる具材で美味しく調理してもらいたいですね。いやー乗り味がいいなこれ。8キロ4キロとかでサーキット走れるっていうのがちょっと僕には分かんないんですけど、僕が乗ってたのはパーティーレース号なんで何にもできないんで、これはチューニングカーでいろいろできるんでいろいろやってますね。いやトロサーモン号いいな。最近ねダンパーがいろんなダンパーが発売されてますけど、やっぱりね昔からあるモータースポーツとかでも使われてる歴史のあるダンパーは結構いいですね。安いのがダメとか言ってるんじゃないんですけど、やっぱりいいものをきっちりチューニングするととってもいいです。ちょっと実感しました。ロードスター瞬間燃費21とかで走ってるんですね。28点。すげえわやっぱりロードスター。硬い。本当ですか？変化はした。多分タイヤタイヤでも全然悪くない。ただ前の Z3G3 よりは硬いかタイヤが硬い感じがすごいする。でもこの間 Z3 あの時空気圧パンパンでしたからね。これもタイヤ空気圧上げたら良くなるかな。まあまだ課題があるんで次に持ち越しでやってみましょう。また冬に岡山来ます。いや夏に走ると冬が早いっていうね。夏も来ます。夏も来ないと。倉坂兄じゃ首洗って待っとけって言ってたでしょ。言ってないです悪いですよね。三浦さんか。三浦さんも言ってないですよそんな。三浦さんも最高です。速いエンジンが欲しいな。足でやろうとせずに、バリですね。そうですね。車パワーだ。本当今日はありがとうございました。出直します。